こんにちは、働くマンです。このチャンネルではビジネスに役立つ知識を短時間の動画にして配信しております。今回は近年注目度がどんどん高まっているアフリカ経済の今をテーマにお伝えしていきたいと思います。アフリカというと多くの人は暑い砂漠、サバンナとか、あるいは小学校の社会の授業で習ったような貧困、紛争とかを思い浮かべるのではないでしょうか。では実際のアフリカの姿はどうなのかというと、もちろんそうした側面は残るものの、また違った一面も併せ持つようになっています。むしろ一部の都市に限って言えば、想像以上に進んだ現状がそこにはあります。これまで希望の大陸だとか、地球最後の巨大市場、あるいは最後のフロンティアなどと呼ばれながらも、なかなか経済発展を遂げてこなかったアフリカが、ここに来て驚くほどの成長を見せ始め、いよいよアフリカが来たと言われるようになっています。今回はそんなアフリカについて、アフリカという市場を理解する上で押さえておくべき基礎知識や、今のアフリカの姿、その市場に秘められたポテンシャルについて紹介していきたいと思います。というわけで今回は、アフリカという市場の基礎知識、経済レベルと消費購買力、生活の変化、アフリカ最大の都市開発プロジェクトという順番でお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。それでは行きましょう。アフリカ市場が語られる際、基本的にはアフリカ大陸全体を一括りにされることが多いわけですが、そもそもその土地自体がかなり大きいこともアフリカが巨大市場だと目される一因になっています。どれだけ大きいのかというと、アフリカ大陸は東西に約 7400km、南北に約 8000km ありますが、この 8000km というのは東京からドバイまでとほぼ変わらない距離になります。また面積で言えば日本のおよそ80倍もあり、アメリカ、中国、ヨーロッパ、インド、日本がすっぽり入ってしまうほどの大きさです。大陸の一つですので大きいのは当たり前ではありますが、他の国と比較してこうしてみると想像よりもはるかに大きく広大な市場であることが感じられると思います。アフリカ市場が近年注目されるようになってきたのには、その広大な土地を背景として人口の増加が加速してきたことも理由の一つです。国連の統計では1990年には6億人程度だったアフリカ大陸の人口は30年を経た今では2倍以上の13億人を超えました。そして今後も増え続けていき、30年後の2050年にはさらにほぼ倍増の25億人近くになると予想されています。2050年時点での世界全体の人口は100億人程度と予想されていますので、その頃の地球上の人間は4人に1人はアフリカ人になるというわけです。もちろんアフリカ全体が一様に人口増加しているわけではありません。北アフリカの人口増加の勢いがすごかったのは1980年代までで、それ以降はやや足踏みを続けており、現在進行中の人口の伸びが見られるのは主にサハラ以南のアフリカ、いわゆるサブサハラと言われるエリアです。この地域では女性1人が15歳から49歳までに産む子供の平均数が非常に高く、例えばコンゴ民主共和国では6人、ニジェールでは 7.6 人という数字になっています。またアフリカはただ人が増えるというわけではなく、その年齢が若いことも特徴的です。0歳児から年齢順に並べてちょうど中心となる人の年齢を中位年齢と言いますが、現在のアフリカ全土の中位年齢は 19.7 歳です。つまりアフリカにいる人の半分は未成年ということです。日本の中位年齢は 48.4 歳ですから、アフリカの圧倒的な若さが際立ちます。またアフリカの若さは2050年になってもほとんど変わらず、若年層中心の人口構成が維持される見通しです。この人口爆発と若さは基本的には豊富な労働力と個人消費の活性化につながるため、人口ボーナスとして経済を拡大させる可能性を秘めています。これがアフリカ市場の魅力を強めているというわけです。これまでお伝えしたようにアフリカの人口はどんどん増加しており、市場としてのその魅力は今後増していくと考えられるわけですが、それだけでは本当に経済が成長しているのか疑問を持たれるかと思います。冒頭も触れましたが、多くの人がアフリカはまだまだ経済成長しておらず貧しいというイメージをお持ちではないでしょうか。
確かに先進国に比べれば現状ではまだまだ貧困層と言われる生活水準の人が多いことは間違いありませんし、激しい貧富の格差が存在するのも事実です。ですが、国として着実に経済発展を遂げ、都市化が進むところも少なくないというのもまた紛れもない事実なのです。ここからは典型的なイメージとは異なる、そんな進んだアフリカの一面を紹介していきたいと思います。アフリカの中でも経済成長している国の代表、南アフリカでは、ヨハネスブルグを中心に都市化が進行しており、2020年時点で都市に住んでいる人の割合は 67% を超えました。ちなみに日本では 91%、お隣韓国では 81% ですので、南アフリカの都市人口がすでにかなりの水準になっていることがわかると思います。また、アフリカ最大の2億人の人口を持つナイジェリアでも 52% まで来ており、南アフリカほどではないですが、都市化が進行していると言えます。また、国の豊かさを測る分かりやすい指標としてよく使われる1人当たり GDP で見てみても、例えば南アフリカやエジプトはインドネシアと同程度、モロッコはフィリピンやベトナム程度、人口が最大のナイジェリアやマサイ族のイメージが強いケニアでもミャンマーと同程度の水準まで来ています。近年日本ではアジアの経済成長がすごいとその勢いを引き合いに出すことが多いですが、アフリカもそのアジアに引けを取らないところまで来ていることがよくわかります。こういったアフリカの中でも著しい成長を見せている都市では、当然ですが所得水準も高まってきており、購買力を持つ中間層と言われる人口は2000年から20年間で2億人近く増えると見込まれています。特に富裕層は凄まじい伸び率で成長すると予想されており、2015年から2024年までに資産1億円以上を有する富裕層は 53% 増加し、33億円以上を有する超富裕層は 59% 増加すると見られています。そのため、中高所得層が暮らすアフリカ各地の都市部では、数年前から大型ショッピングセンターが建設されるようになり、外国製の衣服や家電、自動二輪車などの消費が盛んになってきています。この消費購買力の拡大には世界中が注目しており、サブサハラにおける輸入額は2000年の662億ドルから2016年には2166億ドルへと3倍以上に伸びています。また、海外からのアフリカへの直接投資額も同時期に81億ドルから600億ドルまで7倍以上に大きく増加しています。そうした背景からショッピングセンターの中にはフランスの大手スーパーカルフールやバーガーキングなどの世界的レストランチェーンのほか、H&M やザラなどのファストファッション、ルイ・ヴィトンやグッチといったラグジュアリーブランドまでが軒を連ねています。他にも映画館やゲームセンターなどのエンタメ施設も入っており、日本と比べてもそう不便ない生活が送れてしまうほどになっています。このように経済成長に牽引される形で購買力と消費意欲は増加し、消費市場も急拡大しています。中には多くの日本人よりいい暮らしをしているアフリカ人もたくさん出てきているというわけです。こうした都市化、生活の現代化によって生活面でも特徴的な現象が見られます。それはスマホや携帯の普及です。アフリカの中には電気が通じていないエリアもまだまだありますが、そういった地域も含めてアフリカ全体で携帯が普及しているそうです。成人は全員と言っても過言ではないほど、すでにスマホや携帯が一般的になっています。ケニアとタンザニアには、放牧を中心に生活している先住民族、マサイ族が暮らしていますが、そこでもスマホが普及しています。伝統的な暮らしを重んじる人でさえ、成人はほぼ全員がスマホを使いこなしているそうです。スマホに関連したところでは、モバイル決済の利用もかなり普及しています。日本でもここ数年少しずつ広がってきているものの、まだまだ主流の決済手段とはなっていませんが、アフリカではモバイル決済がすでに一般的になっており、モバイル決済が生活インフラの一部にもなっているそうです。電気や水道は整備されていなくても、スマホを使うのは当たり前という日本人からしたら想像もしていなかったような生活がそこにはあるわけです。また、健康問題にも変化が出てきています。近年では飢餓で亡くなる人は減少し、
太りすぎによる生活習慣病で亡くなる人が増えてきているそうです。その結果、死因には脳梗塞や心筋梗塞といった病気が上位に入ってくるようになってきていて、サブサハラにおいては死因の 25% を占めるほどになっています。そういった背景もあってか、一部の都市ではフィットネスクラブがブームになるような現象も起きているそうです。ここまで紹介してきたように、アフリカでも経済成長や都市化が進んでいるわけですが、その象徴にもなるようなアフリカ最大スケールの大プロジェクトについても最後に紹介しておきたいと思います。それがナイジェリアのエコアトランティックという都市開発プロジェクトです。これは西アフリカにドバイを作るという壮大な取り組みです。この動画でも何度か触れている通り、ナイジェリアは人口2億人を誇り、またアフリカ最大の産油国でもある西アフリカの大国です。コンサルティング会社のマッキンゼーは2030年までに世界20位以内の主要経済国となる可能性があるとの見方も示しており、アフリカの中でも最も注目を浴びている国の一つです。そのナイジェリアの最大都市ラゴスは大西洋に面した西アフリカの経済の中心地となっていて、人口2000万人が集まり、富裕層の多くが居住する都市です。エコアトランティックプロジェクトでは、そのラゴスに隣接するエリアを埋め立てる形で、人、物、金、情報が集まる新しい商業都市を作ろうとしています。注目すべきはそのスケールで、埋め立てエリアは約1000ヘクタール、東京都千代田区とほぼ同じサイズです。本当に街一つができてしまうわけです。都市の完成イメージはこんな感じだそうで、海に面して綺麗に区画整理されたエリアに高層ビルが立ち並ぶ様子は確かに少しドバイを連想させる街並みです。この超巨大プロジェクトはナイジェリア有数の財閥チャグリーグループが中心となり、ナイジェリア政府やレバノン政府、ヨーロッパ企業が支援する形で推進されています。すでに予定エリアの大部分の土地の埋め立てが完了し、ビルの建設も進んでいるようです。埋め立てエリアには25万人の居住を想定した住宅のほか、オフィスや商業施設、ホテルなどを建設する予定で、すでにアメリカ系5つ星ホテルチェーンが進出に向けて動いているという噂もあるそうです。また、フリーゾーン指定地区のため無税エリアとなるそうです。そして将来的には多国籍企業のアフリカ地域のヘッドクォーターが集積するエリアにすることを画策しているようです。このエコアトランティックは希望の大陸アフリカを象徴する取り組みとして今後もその動向が気になりますし、完成した暁にはぜひ訪れてみたいものですね。ちなみにエコアトランティックは YouTube チャンネルを持っていて、そこで毎月アップデートを配信しているようです。開発途中の都市の様子を見ることができますので、興味が湧いた方はぜひそちらも見てみてください。はい。今回は近年注目度がどんどん高まっているアフリカ経済の今をテーマにお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。まだまだ経済発展していないイメージがあったアフリカですが、想像以上に都市化が進行し、日本以上に進んだ一面も持っているということ、そして今後ますます発展していくポテンシャルを秘めているということを感じていただけたのではないかと思います。今回の動画は以上となります。またお会いしましょう。それでは。